今回紹介しますのは宮崎県串間市にある鐘楼酒造さんです。創業は1928年、昭和の3年になります。比較的ちょっと遅い創業ですね。鐘楼酒造さんですね、もうそもそもなんですけども、この起こりというのは地域の、農家がですね、十数軒が株式になって、起こった乳母笠湖焼酎株式会社というのが、ベースになっています。この当時ですね、株式会社自体もすごくやっぱ珍しくてですね、この農家さんで、中心になって作られたので、やっぱりこの地域のための焼酎を作るというのがベースになっております。そしてですね、これですね、昭和の24年に、矢野社長、現在の矢野社長の祖父の方にあたる方が、社長に就任し、その後、昭和の46年に鐘楼酒造に名前が変更されたそうです。そして現在の矢野社長になってから、晩酌をですね、飲んでた時に、ある時ふと気づいたそうなんです。3年やっぱり熟成したものがすごくやっぱり味がうまいと。で、もちろん蔵の経済状況というかそのビジネスで考えると、やっぱりできるだけ早くお酒はですね、売りに出した方がキャッシュフローはいいんですけども、やっぱりこの鐘楼のお酒は、この3年熟成が一つのラインじゃないかというふうに考えて、極力この3年熟成をベースにした割と古酒というか熟成酒をベースにして売り出すという方針を決められたそうです。もちろん新酒も今も出されているんですが、鐘楼のお酒の進化は非常に熟成して発揮するというふうに言われております。これですね、鐘楼、主力商品のこの鐘楼には黄金洗顔というものを使われていて、黒麹カム鐘楼というのも主力であるんですが、これには宮崎紅という芋が使われております。もう同じ鐘楼なんですけど、麹が違う、そして芋が違うことでガラッと味わいが違うというものがあります。今ですね、日常に寄り添うお酒を作るということで、進められたこの鐘楼さんのお酒はですね、次はさらなる特徴を作り出そう。そんなコンセプトで新しいお酒を作っております。そんなお酒を、今日はテイスティングして皆さんに紹介していきたいと思います。それではテイスティングしていきたいと思います。今日テイスティングするのはこの2種類になります。このカラフルですね。このカラフルすごくラベルおしゃれじゃないですか。これ実は焼酎なんですよ。芋焼酎。もうこのカラフルですね、もともと鐘楼というのは、晩酌をモットーに、身近に飲んでもらって、晩酌で飲んでもらいたいというので作られたんですが、これに関してはそんな鐘楼の既成概念を変えようということで、ブレンドと原材料に注目して作られたのがこのカラフルです。しかもこのラベル実は2種類あるんです。この2種類あるのはなぜかというと、なんと今の矢野さんの社長の奥さんがですね、2種類作ったらって言ったから2種類作ったそうです。なのでぜひね、このとはまた違うラベルも見てみてください。味は一緒です。はい。そしてですね、このカラフルなんですけども、その2種類の原酒を使ってます。玉茜っていう材料ですね。その芋を使った新酒と、あとは宮崎紅という品種で、しかも3年熟成したものをブレンドしております。このブレンドの考え方も、やっぱりそれぞれにないものを補うというところで、このブレンドをして、この新しいお酒を作っている。でその変化が、いかにも味が変化していく、カラフルに色が変わっていく様だというところで、この名前はカラフルになったそうです。では、カラフル、テイスティングしていきたいと思います。華やかですね。この玉茜のやっぱ特徴が、やっぱアールグレーとか、あと白い、これはみかんとかジャスミンとか、あとユリっぽい香りですかね。そういった香りがあります。これがやっぱ玉茜の特徴と言われてますね。あとフルーツ系で熟したマンゴーの皮の部分みたいな、そんな香りがします。飲むとよりちょっと少しマンゴーっぽい感じもしますね。もちろん僕はやっぱ芋焼酎よく知ってるので、この味わいが芋焼酎だってことはわかるんですけど、でもやっぱり後味はバーって芋っぽいですけど、口当たりと香りがフルーツ香がすごくあるのが、この宮崎紅と、あとはこの玉茜の特徴かなっていう気がしますね。華やか、明るい酒です。これは本当に。飲み方の推奨は、やっぱりこれは水かソーダがいいってやっぱ言われますね。僕も結構ソーダで割ると美味しいかなと思います。はい。で、次いきます。次はですね、この原酒シリーズというものですね。この原酒シリーズは今年2020年に発売されたものです。この、わかりますかこのデザイン。もうなんかね、やっぱいろいろ考えられたそうなんですよ。もう革新的な新しいものを作ろうと言って、もうこの新しいロゴを考えて、この原酒シリーズは作られたと。で、この原酒シリーズなんですけども、
いわゆるこう生炉をそれぞれ、その生炉酒造のお酒の元になっているこの原酒をそれぞれに分けて瓶詰めして発売されたものです。これそれぞれですね、熟成がそれぞれされてまして、一つ宮崎紅、こちらですね、こちらが3年の熟成されている原酒です。そして、玉茜、こちらは3年と2年のブレンドになります。そしてこちらは米焼酎ですね、米焼酎を使ったもので、これは16年熟成されたものになります。それぞれの熟成の変化を、原酒のパターンで飲んでもらいたい。そしてこの原酒のパターンはどこにつながるかというと、通常のレギュラー消費につながっていきます。要は通常のレギュラー消費のベースがこれなんだということと、あとはこの原酒を使って自由に遊んでもらいたいというのが、この生炉酒造さんから込められた実はメッセージになっています。要は飲み方も自由ですよ。カクテルにしてもいいし、そのままロックで飲んでもいいし、ソーダ割りにしてもいいし、これを使って要は自由に飲んでもらえる、そんな遊び心がある原酒シリーズになります。今日はですね、その中でこの玉茜をテイスティングしていきたいと思います。3年2年のブレンド。すごいですね。ちょっとカラフルにも入ってると思うんですよ。このタイプは。でもやっぱり紅茶感はすごいもっと強いですね。これ矢野社長がね、おっしゃってたんですよ。タンクを開けた時に、ものすごい上がってくるその紅茶の香りに本当にびっくりしたそうです。だからこれは多分ね、開けてからでもちょっと時間経っても香りが変わるんじゃないかなっていう、そんな気がしますね。本当立ち香っていうこう、出てくるものには、すごく紅茶感とトロピカル系がありますね。ちょっと飲んでみたいと思います。いいですね。ベタっとした甘さはほとんどないです。キュッて切れるような感じ。いいですね。飲みやすいですね。度数も35ですね。程よいんじゃないですか。強すぎず、低すぎず、軽くもなく、重くもなく、ちょうどいい、口の中でも柔らかいニュアンスが残る感じですね。確かに紅茶っぽいですね。より面白いですよ。芋って芋なのに紅茶っぽい香りがしたり、芋なのにライチみたいな香りがするって、皆さんが知ってる芋ってね、やっぱり焼き芋じゃないですよ。焼き芋じゃなくって芋って全然違うんですよ。実は蒸すとか熟成するとか品種によって全然違うので、この芋が持ってるそのお酒の変化っていうのは、僕はね結構ワインに匹敵するんじゃないかなっていうぐらいすごく面白いと思います。これがねいわゆるオレンジ系って言われてるんですけど、この玉茜の、味わいの中、一応表現を非常にうまくされてる、そんな酒だと思います。いい香りですね。そしたらこの玉茜を使って次はカクテルを作っていきたいと思います。ではカクテル作っていきたいと思います。今回使うのは原酒玉茜で、このお茶のような雰囲気をカクテルにしていきたいと思います。まず用意するのはコーヒーレモン、マンゴー、これは一応冷凍してます。で、この中入ってるのは、ダージリンティーのお茶、あとは、バニラシロップで生クリーム、今回は 35%、 あと絞ったオレンジジュースです。はい、何を作るのかはお楽しみ。ちょっと入れていきます。まず原酒ですね。いい香りですね。甘い。40ミリ入れていきます。で、マンゴー。で、レモンジュース。で、生クリーム。これ30ミリぐらい。で、あと紅茶。これさっき入れたてのやつを冷やしたものですね。これは60ミリ入れます。はい、材料はこちらになります。濁ってます。これをハンドブレンダーで攪拌します。ちょっと味見を。
バニラシロップしていきます。そして少しクラッシュアイス入れます。もうコンビニで売ってるクラッシュアイスでもいいし、あとアイスコーヒー売ってますよね。カップに氷が入ってるやつ。氷がすっごい使えるので、あれでいいです。ああいうのがあれば入れてください。はい、いただきました。スムージーって感じですね。これをこの中に入れて、サイフォンでクリームをかけると完成です。名付けてマンゴー芋フラペチーノ。フラペチーノの芋焼酎バージョンです。完成です。これはマンゴーがやっぱすごく紅茶と合うんですよね。マンゴートロピカルティーみたいなやつあると思うんですよ。で、やっぱりこれ自体は紅茶の香りするんですけど、原酒のすごいいいところは結構強い液体というか、素材と合わせても香りがあんまり飛ばないです。だからこういうマンゴーとあとお茶と合わせてもちゃんと余韻で原酒の味がするんです。これいろいろちょっと試したんですけど、やっぱマンゴーとかあとオレンジ結構いいですね。で、こういう風にして、で上はもうクリームをサイフォンって言うんですけど、こういったものに生クリームと牛乳とあとマスカルポーネを入れて、ガスを入れるとこういう風にクリーム状になります。はい、ちょっとデザートっぽいような感じでこうやってストローつけて飲んでみたいと思います。完成です。ではマンゴーフラペイモチーノ試飲したいと思います。ああ、おいしい。焼酎って一応わかるんですけど、飲み口はもう全然デザートです。これクリームも溶かして、甘さが好きな人はシロップ入れてもいいし、お酒が好きな人はこれに少しお酒足しても全然いいと思います。で、クリームなくていいと思います。これはもうおまけ、上のやつはもうそのまんま家庭で、ハンドブレンダーでもいいし、ジュースのミキサーみたいなやつがあればそれでいいです。で、いわゆるなんかカチ割りみたいなやつがなんかすり鉢みたいなやつでちょっと砕いて一緒に入れてあげればこういう風になります。すごく美味しいです。なんかお酒が入ってなかったら子供も喜ぶんですけど、お酒入ってなかったら焼酎カクテルの意味がないんで、ぜひお酒入れて飲んでください。以上になります。ありがとうございます。